太平洋序曲を切るはい。というわけで、愛です。西です。西です。はい。というわけで、今日はですね、はい、昨日実はミュージカル太平洋序曲を見てきましたので、はい。感想などをね、ちょっと初めての試みですけど、語ってみようかな、みたいな。そうですね。私、これまで、いろんなミュージカル見てきました。国内外問わずね。よかった。はい。見たい方がね、いたんです。役者さんでね。海宝直人さんですね。もう抜群にすごい歌唱力を持った。もちろん演技もそうですし。そしてやはりルックスもいいですよね。すべて揃った役者さん。念願叶いましてね。念願叶って。生海宝さんを見ることができました。その歌声をもうしっかり堪能することができましてね。はい。ああ、さすがですね。さすがでしたね。期待を裏切らないどころか期待以上のものをやっぱり提供してくださる。すごいですね。すごい。基本的にミュージカルっていうのはあれでしょ、愛ちゃん。やっぱり、まあオーケストラがバンバンね、音をたくさん奏でて、でそれにボーン背中を押されるようにミュージカル俳優が声をわーって張り上げる、こういうイメージがありますよね。我々がもうこのチャンネルで歌ってる曲も、そんな曲ばっかりじゃないですか、もうぶっちゃけるとね。この太平洋序曲っていうのはちょっと異質ですね。全体的にあんまりこう声を張り上げて歌い上げるみたいな楽曲ではないんですよ。もうなんか3つの音ぐらいしか伴奏がないわけですよ。例えば小太鼓がトントントンなったり、鐘がチンチンチンで笛がフーとこういう伴奏の中で歌い手さんが歌わないといけない。歌い手さんはその伴奏に合わせてしっかり声を出しつつ、なおかつあまりその伴奏をね、凌駕するというか、抑え込むような歌い方は絶対できない。まあ、楽器の一部になってるという捉え方もできるし、それもできるしね。そうそう。でもちゃんとそのキャラクターの心情とか、ストーリーとかは歌ってるし、そうなんですよ。ものすごい歌唱力だなというふうに私思いましたよ。あれはね、相当技術がいると思います。そのソンドハイムの曲難しいっていろんな人が言ってはるけれども、もちろんそれもあるんですけれども、特にこの太平洋序曲に関してはやっぱり楽曲が特殊なので、そのやっぱり雰囲気を出すっていうところも含めて、やっぱ相当やっぱりね、こう繊細な技術が必要だなというふうに思って、それをやっぱり本当に演者さんをうまく歌いこなしておられたなと。すごく特殊だなって思うところが、邦楽で言ったら A メロとサビの前半ぐらいのすごくコンパクトなワンフレーズを歌います。同じぐらいのボリュームの感想があります。で、またそのワンフレーズ歌います。感想がありますみたいな感じの構成なんですよ。すごくこう斬新な手法を取ってるなと思って、結構歌詞もあんまり変化してなかったりするから、何が言いたいんとかっていう風にちょっとツッコミ入るかもしれないんだけど、だからね、同じフレーズを何回もリフレインするんだけれども、いろんなこう変化は絶えずしてるから、それは演者さんの歌い方もだし、オケのこう演奏もだし、まあ時々こう臨床風になったりね、ハモリが入ったりとか、うわ、これは良かったっていう感じですよね。ソンドハイムさんはもう控えめに言って天才だなと、すごく思ったんで、西洋人役の人が歌う時のその楽曲っていうのがもう本当にいわゆるザ・ミュージカルなんですよね。その時ばかりはそのオケもジャンジャカ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 みたいな典型的なミュージカルの手法を取った楽曲なんですよ。で、普段は私たちそれを聴いて楽しんでるはずなのに、なんかうるさく感じる。そうなんです。だからソンドハイムさんもね、それをうまくね、やっぱ対比として捉えてるんですよね。外人の歌う場面っていうのと、日本人が歌う場面っていうのは分けてるよね。ちょっと下世話な感じで作り上げてるのに、もう一方では日本のね、すごく崇高な芸術的な、そういう静筆な
音ですかね、うん、そういったものとのこの対比ですごく飽きが来なかったっていうのがね。まあこれ海外の人が本当に書いたんだなって思うぐらい、日本人のなんて言ったらいいのかな、その精神性みたいなものとか、我々がずっとその生まれた時から慣れ親しんでるようななんかこう音階っていうかな、がこう対応されてるっていう感じがして、ものすごくそれが美しく聞こえる。やっぱ日本のやっぱそういった美というものを意識した曲作りもされてるんじゃないですか。してると思います。だからもう余計なものはもう足さないと。そうそうそうもうとにかく削って削って削って、これとこれとこれだけを残して、これでもうこれで十分だっていうような音楽ですよね。なんか引き算の美学みたいなね。そうですね。そういったところが見えたので、わあいいなというところですよね。なんかこう日本の美しさって、例えば茶室に床の間に一輪だけ花が飾ってある、でもこれを最高に美しいと思うみたいな、もう本当に無駄はそぎ落とす、素晴らしいなというふうに思いましたね。すごいですね。すごく綺麗だなって思ったのは、こう四角く舞台があってアシンメトリーなんですよね。なんかその人の配置、物の配置とか、もうそもそもの舞台の作り方っていうのをもうアシンメトリーにこう作って、なんか妙に空間がね、あるんですよ。でもこの空間があることが美しく感じるというか、その真ん中でどんちゃんやらないみたいなね、控えめだけれども、なんかそこにやっぱそのわびさびみたいなのを感じるその美術。舞台バンとこうありましたらね、壁の方にねこうくり抜いた大きな穴みたいな丸い円があるんですよね。オブジェ的なね。でこれがね場面ごとによっては、月だったり、朝日だったり、窓だったり、それから読みに通じる入り口だったりとかね。なるほど。いろんなやっぱ捉え方ができるような、ただその円でね、その円一つで表現する、それは演出の巧みさね。これ演出されてる方も海外のイギリスの方そうですねなんですよ。だからそのソンダハイムさんといい、今回のマシュー・ホワイトさんという方なんですけどね、にしてもそのすごくやっぱ日本へのリスペクト、っていうのがやっぱ感じられるなっていう、これ海外の人がやったんだっていうね、なんかすごく日本人よりも鋭い知識と考察を備えてるっていうかね。エンターテインメントと言ってしまうよりかはほんまに総合芸術、なんか例えばその歌舞伎とかね、能とかそういうのをこう見に行ってるかのような感覚にさせてくれるっていうかな、なんかすごい贅沢な気分を味わわせてくれるなっていうふうにね。そうですね、高尚な時間でしたね。私非常に気に入ったのが、作中でね、とある人物が亡くなるっていうシーンがあるんですよね。でもなんでその方が亡くなってしまったのかっていうことはこう明らかには語られないんですよね。歌詞にもなければセリフにもされてなくって、要はその場面の様子と演者の演技から想像するしかないと。私ね、そういうところすごく好きなんです。その何もかも全部説明しないっていうところが、1から10までね説明して分かりやすいようなね、そういったお芝居、ミュージカルというのではないよね。ない。だから私ね、もうほんと最近のね、映画とかドラマとかアニメは説明が多すぎる。説明が多すぎるね。って私すごく思うんですよ。だから私たちの読解力っていうのも試されるっていうね。読解力。そういった作品っていうのがやっぱりとてもね、いいですね。いいものでじゃないか。非常に好感が持ってて、でも説明しないからこそ1時間45分のコンパクトな舞台にもなってるし、だからもう余計なものがないのね。余計なものがない。その一言に尽きるかなっていうのがそうですね。ありますね。巨匠のスピルバーグソンドバーグ、スティーブン違いやけどな、ソンドバーグソンドバーグってそういう意味か。スピルバーグソンドハイムスピルバーグとソンドハイムがやったじゃんソンドバーグソンドハイムさんがねハンバーグI&Cデュエット16日までやってんのかな。16日までですね。4月の16日日曜日まで梅田の方でね、梅田芸術劇場で上演の方でもね
あ、そうなんです。まだ何日間かはね、公演が残ってると思いますので、関西地域の方で、もし興味をね、持たれた方いらっしゃったら、チケット多分ね、手に入ると思いますのそうでで、すね。見られてみてもいいんじゃないかなというふこれはうにね、一見の価値ありだよね。あると思います。これは本当に、一度は見ていただきたい作品かなと思いますね。ね、ほんで大人の方ほど、いいですね。おすすめですね。はいはい、とても日本っていいな。日本っていいな。そうですね。やっぱこの和服の所作の美しさとかね、あ、そう、所作もね。この盾とかね、もうね、もうやっぱり素縦晴らの美しさ、しかったし、所作の美しさ。日本的なものをミュージカルにすると、こういう感じになるんだ、これはいいなっていうね、新発見でした。まあもう本当にミュージカルっていうのはほぼ洋物ですから、ドレスとかそういうのはたくさん見ますけれども、登場人物が和服を着ているというミュージカルはね、いいですね。日本人ならばやはり、いいなというふうにね思いましたよ。なんか参考にしていただければね。はい、というわけでまた今後こういった感じでレビューをしていくのもいいかなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで、愛でした。西でした。アイ&西でした。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。太平洋序曲切るもう一回やりましょう。ミルクちゃんだ。